シャリの真ん中に、ネタを押さえ込むようにして寿司職人になるには今回の動画はね、お寿司の握り方と、実際にねお寿司の握り方を紹介したいと思いますと。前回の動画でお寿司ネタのね切り付け方と、こうね小刃を立てるだとか長さだとか幅については、紹介しているので、よかったら、そちらもご覧くださいと。実際お寿司を握っていくんですけれど、今回紹介するのは小手返し、本手返し、縦返しという、3種類のね握り方を紹介しようと思いますと。まずは、お寿司のね握り方の基本を紹介しようと思いますと。右利きの人の場合なんですけど、ネタは左手に持ちますと。切り付けのね話でもしたんですけれど、このね小刃をつけてる部分、こちらが表になるはずなので、表に来る面をこっちのね下にしてネタは持ちますと。右手でシャリを取るんですが、この時にねある程度こういった形でね丸くまとめてあげて右手に取りますと。ここまでがまずワンステップ。続きまして、このねシャリを持ったまま右手の人差し指でわさびを取りますと。で、このわさびをネタに塗って、ご飯をのせますと。次にこのご飯、シャリの真ん中に、穴を開けてあげますと。こういった形ですね。で今回ね左手の親指でこう開けたんですけれど、人によってはね右手の人差し指でこう開ける人もいますと。なんでねこれねここに穴を開けるのかというと、ご飯の中に空気を入れてるんですよ。ここに空洞を作ってあげることで、口に入れた時にご飯がほどけやすい握りになるんですよね。なので、ここにね空気を入れてあげますと。ここまで来たら、あとはお寿司を握っていくんですけれども、お寿司というのはね基本的には上下と左右、この4辺をこうね指で押さえることで形を作っていくと。当然ねここから一度こう返してから、こう形を作っていくじゃないですか。横にこう返したんですけれど、この返し方がねこう縦に返すのか、一度右手に取ってから返すのか、そのまま素直に横に返すのかと。この返し方の差で、小手返し、本手返し、縦返しという握り方の名前の差がついていますと。これがね基本的なお寿司の握り方ですんで、じゃあその辺をねちょっと詳しく説明していこうかと思いますと。寿司職人になるには10年以上修行が必要だなんて言われるんですけれど、それはねどのレベルを求めるのかと。そのプロ野球選手になるのか、草野球で楽しく野球をするのかによってね多分かかる年月が違うのと一緒で、10年かかんないと握れないっていうわけではないので、ぜひぜひ気軽に挑戦してみてくださいと。で、まずね小手返し説明するんですけど、ここまでね親指で、空気を入れてあげますと。小手返しの場合は、ここからね横にこう返しますと。まずこれがね最初の一手、返したらまずはこのね中指と親指で両サイドを締めますと。両サイドを締めますと。今なので裏返してみると、ここのね両サイドの形をこう締めているという形ですね。両サイドを締めたら今度このね軽く上を押さえつつ、こことここね指のこことここで、両側を締めつつ上を軽く押さえつつ、裏返してみるとこうやってね軽く両側を押さえ込みつつ、親指でここの辺を押さえてあげてると。ここの辺いうイメージですね。1、2、3辺が決まって、ここがね
こっち側がまだ閉まっていないので、そしたら、一旦ひっくり返して、またねもう一度この動作を挟むんですけど、この動作というのは最初に横を締めて縦を締めると、縦を締めた時に横がどうしてもねこっちからこう力がかかると横が緩むので、返してあげて、もう一度横の形を、ある程度作ってあげると。で最後、締めていないここね、最後の一辺をここね、最後の一辺を締めることで、お寿司としてねこうまとまりを持たせるという握り方ですね。これが、小手返しと呼ばれる握り方です。もう一度ね握らせていただきますと、まずね左手にネタを持って、ここでねご飯に、空気を入れますと。そうしたら、ここでね返して、両サイドを締める。で上を締めると。で、半周回して両サイドを締めて、上を締めると。ここで締めながらシャリッとねネタに一体感を持たせてあげると。この握り方が、小手返しという握り方ですね。この形を整えつつネタとシャリをまとめてあげるというのが寿司の握り方の基本になりますと。続いてはね本手返し。本手返しも最初のね動作は一緒ですと。ここにね、しっかりと空気を入れてあげますと。本手返しというのはここからね一旦右手に取ってこう返して、ここから握っていくという握り方ですね。じゃあ右手に取るときにね何をやってるのかと言いますと、ここでね空気を入れた後に小手返しはここからもう返して握っていくんですけど、本手返しというのは、この状態でまずねこの辺を固めるんですよ。この辺を固めるんですよ。次に右手に一度取って、そうすると今当然こっちの辺が固まってるんですけど、左手をこう返して取ることで今この辺だけが固まった状態、固めてない辺をここに持ってきてるんですよね。でここでもう一度固めてあげる。そうすると、このねこことここの2辺が固まると。こことここの2辺が固まると。小手返しがね、ネタを返して両サイドを先に固めて上下を固めていく握り方に対して、本手返しというのはこっちのね上と下を先に固めてあげてから、握っていく握り方と。でここまでくればねあとは小手返しと一緒で、横に返して両サイドを決めていくと。両サイドを決めていくと。こういった握り方ですね。もう一度説明するとね、本手返しというのは、まずここで上を固めてあげますと。一旦右手に取って、で今当然ねこっち側が固まってるんで、これをね、親指を返してこっちで取ることで、固めた面が下に来ますと。でここでもう一度、上下を固めてあげますと。これでこの辺が作れるので、そしたら横に返して両サイドを固めてあげると。小手返しはねこの動作の時に親指をこう入れて、こっちの上下を固めるのに対して、本手返しはね、ネタを返してからは親指は使わずに、お寿司を作っていくという握り方ですね。これが本手返しという握り方ですね。最後縦返しという握り方を紹介しようかと思います。縦返しはね、小手返しとほぼほぼ同じ握り方と。
ただ、何が違うのかというと、小手返しがここからね横にこう返すのに対して、縦返しはここでね横ではなく縦に返す。なので右手をこういった形にして、こうね縦に取ってあげるんです。で返してから、握る握り方と。ネタを返してからは、小手返しと一緒の動作ですと。もう一度説明するとね、シャリを乗せてからの返し方が、こうネタを縦に回転させて、持ってくる握り方ですと。これね、じゃあ小手返しと何が違うのかと。ネタをね返す際に、上から押さえ込むように返すので、ネタがねずれないんですよ。こう横の動作があるので、例えばね卵だとか芽ネギだとかシャリにつきにくいネタを回す場合、ご飯だけ返ってネタがついてこないっていうことが起こるんですよ。マグロなんかの場合はね比較的こう返しやすいんで、左手の動きだけでネタを返せるんですけれど、卵なんかはこのねネタとシャリがばらけてこう返っちゃうんですよね。でそういうネタの時に縦返しはね、ここで右手でねこうネタを押さえ込むようにしてこう返してくるので、ネタがずれずに返すことができると。なので、卵だとかね、そういった、水気が多くて比較的ご飯と一体になりにくいネタの時は、縦返しの方が握りやすいという場合がありますよと。で、以上ね、今回小手返し、本手返し、縦返しと、紹介したんですけれど、これもねネタの切り付けと一緒で、どれがいいだとか、どういうネタの場合はどうしなさいというわけではなく、本手返しの方が握りやすいネタもあれば、小手返し縦返しの方が握りやすい寿司ネタもありますので、この辺はね職人さんの考え方だとかお店の方針だとか、あとはネタのね種類だとかによって、握り方というのは変わるかと思いますので、その辺はこうね何度も握っていくうちにね、自分なりのこのネタはこういう風にやった方が綺麗に握れるなとか、このネタはこう握った方が空気が入って美味しいなだとか、そういったものをね見つけていってあげればいいのではないかと思いますので、皆さんよかったら、握ってみてくださいと。今日はね握り方を紹介したんですが、次回の動画でお寿司の形について紹介しようと思いますので、よかったらそちらもご覧ください。お願いします。俵型と船底型となぜ2つで1つという形になったのかを、こういった形で出すようになったと言われているんですよ。